こんにちは。今日は H2 の手ブレ補正機能について紹介していこうと思います。はい、これから紹介していくんですけど、今回は H2 の手ブレ補正機能を使ってどういう映像が撮れるのかっていう紹介になります。で、この間発売された XT5 もね、手ブレ補正機能に関しては、この H2 と同じなので、T5 をね買おうと思っている人も参考にしてください。で、手ブレ補正機能がこれまでのものとどう変わったかっていうのを簡単に説明しておくと、今までは MAX で 6.5 段だったものが、この H2 からは H2 というか、正確に言うと H2S からは、7段になってプラス 0.5 段強くなりました。だけど、この先がとっても重要で、新しく7段に変わったからって言って、手ブレ補正の効果が常に7段になるわけではないです。これをね勘違いしている人がやたら多くて、どういうことかっていうと、このカメラにどのレンズをつけても7段になるかって言ったら7段にはならないです。はい。手ブレ補正の機能ってつけるレンズによってその強さが変わってくるんですね。要するに7段の効果を発揮するレンズもあれば5段とか6段しか発揮できないレンズもあるっていうことです。で、これをね知らない人が本当に多くて、ちょっとね自分もびっくりしてるんですけど、H2S に 18mm のレンズをつけて、7段になったからすごいですとか、XT4 と比べて手ブレ補正の効果が全然違いますって言ってる人がいるんですけど、もうねありえない話で、H2S に 18mm のレンズをつけても7段にはならないんですよ。H2S も XT4 も 18mm のレンズをつけた時って手ブレ補正の効果は 6.5 段で同じなんですよ。7段にはならないんですよ。本当にね少なくとも自分の動画というか、自分のチャンネルを見てくれてる人たちは、こういう嘘の動画に騙されないでほしいなっていうふうに思いました。はい。なので、今日は、H2 の手ブレ補正機能について正確な情報を紹介していこうと思います。で、実際に使ってみてどうだったかっていうと、自分は昔から、三脚とかジンバルとか、その辺のスタビライザー系の機材は一切使わずに、全部ね、普通にカメラを手で持って、本当ね、普通にこうカメラを手で持って手持ち撮影をしているんですけど、まずね、50mm ぐらいまでなら、手持ちの状態でかなり安定したフィックスの絵が撮れます。これとかは1680のレンズを使っているんですけど、これもね 50mm 近辺で撮影しているんですけど、かなりね安定した映像が撮れると思います。で、XS10 と比べてどうかっていうと、1680のレンズを使っている時は、どっちのカメラを使っても手ブレ補正の効果って6段で同じなんですね。で実際使ってみて手ブレ補正の効果の違いっていうのは自分は感じなかったです。はい。だけど、H2 の方が、カメラ本体が少し大きくて、カメラの厚みもあるので、どちらかといえば自分の場合は H2 の方が、揺れが少ない印象がありました。はい。でこれは、手ブレ補正の機能の問題ではなくて、カメラ本体のホールド性が理由なので、そこは間違えないようにしてください。
あくまでね自分の場合は H2 の方がカメラ本体のホールド性が良かったっていう話です。手ブレ補正の効果に関しては全く同じです。はい。で、70とか80とか、それぐらいのミリ数になってくると、長時間はきついです。途中でね、ちょっとプルってなっちゃいます。だけど、逆に言うとそれよりも長い 200mm とか、その辺の望遠鏡でも、短い時間であれば、なんとかね、手持ちの状態で、これぐらいのフィックスの絵は撮れます。で、200mm 近辺で、これくらいの見え方であれば、自分的には十分だなっていうふうに思うんですけど、もちろんあれですよ、三脚に載せた絵とは比べ物にならないですよ。はい。なので、手ブレ補正の効果は、自分はかなりあるなっていうふうに思いました。で、今見てもらったように、ジンバルとか使わなくてもね、手ブレ補正の効果で、手持ちでフィックスの絵が十分使えるなっていう風に紹介したんですけど、逆に手ブレ補正の効果が良すぎて、マイナスに働く時もあったので、一応それも紹介しておこうと思います。で、どういう時かっていうと、さっきみたいにフィックスの時はいいんですけど、カメラでわざとこう揺れを作りたい時とか、あと、動く被写体をこうカメラでフォローしながら撮影する時、この時がちょっと問題があって、どういうことかっていうと、これからね映像を見てもらうんですけど、要するにカメラで意図的に動かしてるんだけど、カメラ本体は手ブレ補正の機能がオンになってるから、動かないようにって働きをするんですね。なので、動きの途中で、手の動きとカメラの手ブレ補正の能力が喧嘩しちゃって、途中でカクンってこうなるんですよ。で、これは今まで XS10 だと感じたことのない現象で、こうやってね、ゆっくりカメラをフォローする分には安定した映像が撮れるんですけど、そうじゃなくて、予測不能な動きをする被写体を、カメラでフォローしながら撮影している時は、必ずねどっかで一回カクンっていう動きが入ってくる。で、ここはもうちょっとね、自分がこの H2 をまだ使って2ヶ月弱しか使ってないので、もしかしたらね、使ってるうちに自分がこのカメラに慣れて今のカクンっていう現象もなくなるかもしれないので、それはまた後日変化があったら報告しようと思います。はい、以上がね、H2 の手ブレ補正機能の紹介でした。で、次回以降ね、また H2 の情報を出していこうと思うんですけど、H2 のことで、何か知りたいことがあったら、次回以降ねまたこの動画で紹介していこうと思うので、何か知りたいことがある人は、コメント欄に書いておいてください。ではありがとうございました。さようなら。